オープニング。玄関のドアを開けた瞬間、あなたは別人になる。玄関のドアを開け、鍵をかける。カチャというその小さな音が、一日の終わりを告げる合図。外の世界で戦ってきたあなたは、ようやく安息の地にたどり着きました。しかし、その安息は、時として奇妙な現象を引き起こします。あれほど仕事や学校ではエネルギッシュだったはずの自分が、まるで魔法が解けたかのように、ソファに沈み込んで動けなくなる。少しだけ休んだら、勉強しよう。溜まっている家事を片付けよう。新しいスキルを身につけるための本を読もう。頭の中では、やるべきこと、やりたいことが渦巻いている。それなのに、体は鉛のように重く、指一本動かすことさえ億劫になる。まるで、玄関のドアを境にして、全く別の人間に入れ替わってしまったかのようです。もし、あなたがこの感覚に少しでも心当たりがあるのなら、この動画はあなたのためのものです。多くの人はこの現象を自分の意志が弱いからだ、怠け癖のせいだと自分自身を責めてしまいます。しかし、もしその原因があなたのせいではなかったとしたら、もしその無気力感が人間の脳と身体に組み込まれた極めて合理的なシステムによって引き起こされているとしたら、この動画ではあなたが帰宅後ゾンビになってしまう現象を脳科学、心理学、そして生物学的な観点から徹底的に解剖していきます。なぜ私たちは家に帰ると別人になってしまうのか。その背後にあるコンテキスト依存性記憶とは何か。あなたのエネルギーを静かに奪い去る意思決定疲れの正体とは。そして最も重要なこと、その強力な呪縛から逃れ、家に帰ってからもあなたが本当にやりたいことにエネルギーを注げるようになるための科学的に証明された5つの具体的な方法をお伝えします。この動画を見終わる頃には、あなたはもう二度と無気力な自分を責めることはなくなるでしょう。それどころか、自分自身の脳と身体の仕組みを理解し、それを逆手にとって理想の自分へと行動をデザインできるようになっているはずです。これは単なる精神論や根性論ではありません。あなたの人生の夜の時間を取り戻すための科学的な戦略です。さあ、あなたの脳内に隠された秘密の扉を一緒に開けていきましょう。第一章、あなたは悪くない。無気力の犯人は脳の自動操縦。さて、オープニングでお話しした帰宅後に別人になってしまう現象、おそらく多くの方がその原因を自分の心の中に探してきたはずです。もっと計画的に行動しなければ、自分は他の人に比べて集中力がないのかもしれない。ああ、また今日も自分に負けてしまった。そうやって一日頑張った自分に夜さらに鞭を打っていませんか。もしそうだとしたら、まずはその自分を責める手を一旦止めてみてください。なぜなら、あなたが今から知る事実は、その自己批判がいかに見当違いなものであったかを教えてくれるからです。無気力の真犯人、その一つ目は、私たちの脳に搭載された恐ろしく強力な自動操縦システムにあります。皆さんはこんな経験はありませんか。歴史の教科書を読むのはあんなに眠くなるのに、なぜか馴染みのカフェに行くと不思議と読書がはかどる。家ではなかなか集中できない仕事が図書館の静寂の中ではスムーズに進む。逆に賑やかなスタジアムに行けば、普段は物静かな人でも思わず大声で応援したくなる。これは私たちの脳が場所と特定の行動や感情をセットで記憶しているからです。これを心理学ではコンテキスト依存性記憶と呼びます。簡単に言えば、脳はこの場所ではこのモードになるというショートカットを無数に作っているのです。カフェという空間は知的活動モードのスイッチ、図書館は集中モードのスイッチ、そしてスタジアムは興奮モードのスイッチ。私たちは自分の意思でモードを切り替えているつもりでも、実は無意識のうちに環境が持つ力によって特定の心理状態へと誘導されているのです。では、あなたの家は脳にとって一体どんなスイッチになっているでしょうか。そうです。ほとんどの人にとって家は休息モードあるいは完全オフモードのスイッチです。一日中外の緊張感の中で戦い、ストレスに耐えてきた脳と身体にとって家は唯一鎧を脱いでエネルギーを回復できる聖域。何年何十年という時間をかけて、家、休む場所、ソファ、くつろぐ場所、ベッド、眠る場所というプログラムがあなたの脳の奥深くに強力に書き込まれてきました。ですから、あなたが玄関のドアを開けた瞬間にやる気がなくなるのは意志が弱いからではありません。脳が長年の習慣に従って
忠実に休息モードのスイッチを押しているだけなのです。これは熱い夜間に触れたら考える前に手を引っ込めるのと同じくらい反射的で抗いがたい反応と言えるでしょう。さらにこの脳の働きを生物学的な観点から補強してくれるのがホメオスタシス、生体向上性という概念です。難しく聞こえるかもしれませんが、これは私たちの身体に備わった常に一定の状態を保とうとする性質のこと。例えば外が暑くても寒くても私たちの体温は常に36度前後に保たれていますよね。運動して心拍数が上がっても休めば元に戻る。これもホメオスタシスの働きです。この現状を維持したいという力は私たちの心理状態にも働きます。職場や学校といった外の世界はいわば戦闘モード。常に気を張りタスクをこなし人間関係に配慮する。これは身体にとって平時とは異なる非日常の緊張状態です。そしてその緊張状態から解放され家という安全なテリトリーに戻ってきたとき、ホメオスタシスは全力でこう命令します。危険は去った。直ちに緊張を解きエネルギー消費の少ない元の安定した状態、休息モードに戻れと。つまり帰宅後のあの強烈な脱力感や無気力はあなたの身体が必死にバランスを取り戻そうとしている極めて正常な生理現象なのです。一日頑張ってくれたあなたの身体が発しているお疲れ様、あとは休ませてという悲鳴にも似たサインと捉えることもできるかもしれません。どうでしょうか。ここまで聞いていただいて少しだけ自分を責める気持ちが和らいできたのではないでしょうか。あなたのやる気を奪う犯人はあなたの意志の弱さなどではありません。脳の自動操縦システムと身体の現状維持システム、この2つの人間が生き延びるために進化の過程で獲得してきた強力なプログラムなのです。意志の力だけでこのシステムに逆らおうとするのは、例えるなら手漕ぎボートで大嵐の海に挑むようなもの、無謀ですし、何よりそれで前に進めなくても自分を責める必要なんて全くないのです。では私たちはこの抗いがたい力にただ流されるしかないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。しかしその前にもう一つ、あなたのエネルギーを静かにしかし確実に奪い去っていくもう一人の見えない犯人についてお話ししなければなりません。次の章では現代社会に生きる私たち全員が抱える意思決定疲れの恐れるべき正体に迫っていきます。第2章、見えない疲労意思決定疲れがあなたからやる気を奪い去る。前章では家に帰るとやる気がなくなる現象が脳の自動操縦システムと身体のホメオスタシスという私たちの生命維持に関わる根源的な機能によって引き起こされていることを解説しました。しかし無気力の原因はそれだけではありません。現代社会に生きる私たちが毎日意識せずに起こっているある行動が私たちのやる気の源泉を密かに枯渇させているのです。その犯人の名は意思決定疲れ、日本語では決断疲れや決定疲労とも訳されます。皆さんは日々どれくらいの数の決断をしていると思いますか。朝起きて何を着るか、朝食は何にするか、どのルートで会社や学校に行くか、メールの返信をどう書くか、ランチは何を食べるか、今日のタスクの優先順位は何か、意識することはありませんが、私たちは起きてから眠りにつくまで文字通り数百、いや数千もの小さなあるいは大きな決断を下し続けています。心理学者ロイバ・ウマイスターとジョン・ティアニーが提唱したこの意思決定疲れは、人間が持っている意志力はまるで筋肉のように使えば使うほど消耗するという考え方に基づいています。意志力とは自制心、集中力、そして目標に向かって行動する力そのものです。つまり日中の仕事や勉強、人間関係、あるいは SNS をチェックする行為でさえ、私たちは常に膨大な数の選択と決断を迫られています。そしてその一つ一つの決断が私たちの意志力を少しずつ削り取っていくのです。例えるならスマートフォンやノートパソコンのバッテリーに似ています。朝は満充電でスタートしても、アプリを使ったりウェブサイトを見たり SNS を更新したりするたびに少しずつバッテリーは消耗していきます。昼過ぎには残量が半分になり、夕方にはほとんど空っぽ。それが私たちの意志力バッテリーのイメージです。特に仕事や学校では私たちは常に正しい選択を求められます。ミスをしないよう、上司や顧客、先生の期待に応えられるよう最善の判断を下そうと集中します。この精神的な努力は非常に多くの意志力を消費します。そして
家に帰り着いた頃には私たちの意志力バッテリーはほとんど残量がありません。空っぽ、あるいはかろうじて最低限の動作しかできない状態になっているのです。この状態になるとどうなるでしょうか。脳はこれ以上バッテリーを消耗しないよう無意識のうちに決断を避けるようになります。今夜は何を食べようか、明日着ていく服を準備しようか、今日あったことを日記に書こうか、こうした小さな決断でさえバッテリーが空っぽの脳にとっては途方もない労力に感じられます。結果として脳は最も抵抗の少ない選択、つまり何もしないという選択を選ぶ傾向が強まります。ソファに座り込み、スマホをぼんやり眺める、テレビのリモコンを手に取り無意味にチャンネルを回す、あるいは何も考えずにベッドに横たわる。これらはすべて意思決定疲れによって脳がエネルギー節約モードに移行した結果なのです。かつてアメリカの心理学者スティーブン・コールデンはこの現象について、選択肢が多すぎると人はかえって決断ができなくなると指摘しました。現代社会は情報過多であり、あらゆる場面で無数の選択肢が提示されます。何を買うか、どこに行くか、何を学ぶか、誰と付き合うか、この選択肢の洪水もまた私たちの意志力バッテリーを消耗させる一因となっています。また社会心理学者のダニエル・カーネマンが提唱したプロスペクト理論の視点も私たちの帰宅後の行動を説明する上で示唆に富んでいます。これは人間が不確実な状況下でいかに合理性を欠いた判断を下しやすいかを示す理論です。特に人は損失を回避しようとする傾向が強く、利益を得る喜びよりも損失を被る苦痛をより大きく感じます。帰宅後疲れ切った脳は新たな行動を起こすことで生じるかもしれない労力や失敗といった潜在的な損失を過大評価しがちです。一方、新しいことを学ぶといった将来的な利益は今すぐ手に入らないため過小評価されてしまいます。結果として最も安全で最も労力の少ない何もしないという選択が魅力的に映ってしまうのです。意思決定疲れは私たちの意志力を静かにしかし確実に奪い去ります。そしてそれは単なる精神的な疲れに止まりません。血糖値の低下、ストレスホルモンの増加といった身体的な影響も引き起こすことが研究で示されています。あなたが夜に何も手につかなくなるのは決して意志が弱いからではありません。それは一日中頑張って決断し続けた結果、脳のエネルギーが尽きてしまったごく自然な結果なのです。ではこの2人の強力な犯人、脳の自動操縦と意思決定疲れから私たちはどうやって身を守り自分の人生を取り戻せばよいのでしょうか。次の章ではこれらの心理学的、脳科学的な知見を逆手に取り、あなた自身の行動と環境をデザインするための具体的な解決策へと踏み込んでいきます。第3章、解決策、脳をハックする移行儀式、トランジションリチュアルの力。さて、ここまでの章で私たちの帰宅後の無気力が脳の自動操縦システムと意思決定疲れという抗いがたい力によって引き起こされていることを理解していただけたかと思います。犯人の正体が分かれば次はいよいよ具体的な対策です。ここからは科学的な根拠に基づいたあなたの帰宅後の人生を変えるための5つの具体的な戦略をお話ししていきます。まず1つ目の戦略、それは移行儀式、トランジションリチュアルを作り出すことです。儀式と聞くと何か大げさなものを想像するかもしれません。しかしここで言う儀式とは非常にシンプルです。それは仕事、学校モードから家庭、自己成長モードへと意識的に心のギアを切り替えるためのあなただけの合図となる行動のことです。思い出してください。帰宅後の無気力の大きな原因は休息モードという脳の自動操縦システムでした。玄関のドアを開けた瞬間に半ば強制的にオフのスイッチが押されてしまうならば、そのスイッチが押される前に、あるいは押された直後に別のスイッチを意図的に押してやればいいのです。この移行儀式という概念は組織心理学者のエリカ・ケインズの研究によってその重要性が示されています。彼女は仕事と家庭の境界線が曖昧になりがちな現代において意識的に役割を切り替えるための短い習慣がストレスを軽減し幸福度を高めることを発見しました。例えばプロのアスリートが試合前に必ず同じ音楽を聴いたり同じストレッチをしたりするのも一種の移行儀式です。彼らはその行動を通じて自分の心と身体をこれから戦うぞ
という最高のパフォーマンスを発揮できる状態へとチューニングしているのです。私たちもこの強力な心理的ツールを日常生活に取り入れることができます。では、具体的にどんな行動が移行儀式になり得るのでしょうか。重要なのは短時間で毎日必ず同じ順番で行えることです。いくつか例を挙げてみましょう。一つ目は五感をリセットする儀式です。例えば、帰宅したらまず最初に冷たい水で顔を洗う、あるいは温かいシャワーを浴びる。これは外の世界で浴びてきた物理的な汚れだけでなく、精神的な緊張やストレスをも洗い流すという象徴的な意味を持ちます。また、お気に入りのアロマを焚いたりハンドクリームを塗ったりして香りで空間を切り替えるのも非常に効果的です。嗅覚は脳の中でも記憶や感情を司る大脳辺縁系に直接働きかけるため、気分を切り替える力が非常に強いことが知られています。この香りを嗅いだら私のリラックスタイムが始まると脳に覚えさせるのです。2つ目は身体の状態を変える儀式です。ソファに座り込む前に5分だけストレッチや軽いヨガをしてみる、あるいは部屋着に着替えるというごく当たり前の行動も立派な移行儀式になり得ます。スーツや制服を脱ぐという行為は社会的な役割を脱ぎ捨てて本来の自分に戻るという強力なスイッチになります。重要なのはただ着替えるのではなく、よし、これで仕事モードは終わり、ここからは自分の時間だと心の中で宣言しながら行うことです。3つ目は思考を整理する儀式です。ジャーナリング、つまり書き出す習慣も非常にパワフルな移行儀式です。ノートを1冊用意し、帰宅後すぐにその日あったこと、感じたこと、頭に浮かんだモヤモヤをただひたすら5分間書き出してみる。これは心理学でいうところの感情のラベリング効果を利用したものです。頭の中で渦巻いている漠然とした不安やストレスも言葉にして紙に書き出すことで客観的に捉えることができ、感情の波を鎮める効果があります。仕事の心配事を頭の中からノートに移し、今日の仕事はここまでと物理的に区切りをつけるのです。これらの儀式はどれも5分から10分程度で終わる些細なことに見えるかもしれません。しかしその効果は絶大です。なぜならこの短い習慣を繰り返すことであなたの脳は新しい学習を始めるからです。玄関のドアを開ける、ソファに直行、無気力という古い自動操縦プログラムが玄関のドアを開ける移行儀式を行う自己成長モードという新しいプログラムに少しずつ上書きされていくのです。最初は少しだけ意志の力が必要かもしれません。しかし2週間、1ヶ月と続けるうちにそれはやがて無意識の習慣となり、あなたを自然と次の行動へと導いてくれるようになります。移行儀式は一日の終わりにあなた自身があなたのために行ってあげるささやかで、しかし最も重要な心のスイッチ切り替え作業なのです。さあ、あなたはどんな儀式から始めてみますか？顔を洗う、着替える、それとも何かを書き出してみる。まずは一つ、今日からでも始められるあなただけの移行儀式を決めてみてください。次の章ではもう一人の犯人、意思決定疲れに立ち向かうためのさらに強力な戦略についてお話しします。第4章、解決策、決断の回数を減らせ、環境デザインという最強の武器。第2章で私たちのやる気という名のバッテリーが日中の無数の決断によって消耗しきってしまう意思決定疲れについてお話ししました。家に帰った頃には意志力バッテリーはほぼゼロ。だから脳はこれ以上のエネルギー消費を避けるため何もしないという最も楽な選択肢に流れてしまう。この問題に対する最も効果的なアプローチは根性で意志力を振り絞ることではありません。そもそも決断しなければならない場面そのものを生活から徹底的に排除していくことです。これが2つ目の戦略、環境デザインです。これは行動経済学の父とも呼ばれるダニエル・カーネマンやその協力者であるエイモス・トベルスキーの研究によってその有効性が示唆されているアプローチです。彼らは人間の意思決定がいかに非合理的で周囲の環境や状況、フレームによって簡単に影響されるかを明らかにしました。つまり私たちの行動は私たちの意思よりも私たちの環境によってはるかに強く決定されているのです。この事実を逆手に取り、自分が望む行動をやってしまうような環境を意図的に設計する。それが環境デザインの革新です。スティーブ・ジョブズが毎日同じ黒のタートルネックを着ていた話は有名ですが、
あれも今日何起きるかという些細な決断を一つ減らすことで、貴重な意志力バッテリーをより重要な創造的な仕事のために温存するための優れた環境デザインの一例です。では、私たちは帰宅後の無気力を回避するためにどのように環境をデザインすればよいのでしょうか。具体的なテクニックを3つご紹介します。テクニック1、未来の自分へのお膳立て。これは帰宅後の自分が何も考えなくても次の行動に移れるように、元気なうちの自分が未来の疲れた自分を助けてあげるという考え方です。例えば、もしあなたが家に帰ったら資格の勉強をしたいと思っているなら、朝家を出る前に勉強机の上をきれいに片付け、テキストの開きたいページを開き、ノートとペンを完璧な位置にセッティングしておくのです。もし健康のために帰宅後すぐにランニングに行きたいなら、玄関の最も目立つ場所にランニングウェアとシューズを一式、まるですぐに着替えられるように広げておく。これは心理学でプライミング効果と呼ばれる現象を応用したものです。先に見聞きした情報、この場合は机の上のテキストや玄関のウェアがその後の行動に無意識に影響を与えるというもの。帰宅してそれらが目に入った瞬間、あなたの脳はこれをやるんだったなと自動的に認識し、行動への心理的なハードルが劇的に下がります。逆にテレビのリモコンやゲーム機、読みかけの漫画などあなたを誘惑するものは、あらかじめ引き出しの中や布をかけるなどして視界から完全に消しておくことが重要です。見えないものは存在しないのと同じ。これが環境デザインの鉄則です。テクニックに20秒ルールの導入。ハーバード大学の心理学者ショーン・エイカーがその著書幸福優位7つの法則で提唱したのがこの20秒ルールです。彼は望ましい習慣を始めやすくするためには、その行動を開始するまでの手間を20秒短縮しなさい。逆にやめたい習慣は始めるまでの手間を20秒増やしなさいと説いています。たった20秒。しかし意思決定疲れを起こしている脳にとってこの20秒の差は行動するかしないかを分ける天国と地獄ほどの違いを生み出します。先ほどのお膳立てもこの20秒ルールの一環です。テキストを探しペンケースからペンを取り出す手間約20秒を省くことで、勉強を始めるハードルは驚くほど低くなります。他にも筋トレをしたいならダンベルをソファの横に置いておく。健康的な食事をしたいなら野菜をあらかじめカットして冷蔵庫の最も取り出しやすい場所に置く。読書をしたいなら家のあらゆる場所に本を置いておき、どこに座っても20秒以内に本を手に取れるようにする。このようにあなたの生活空間を見渡し、理想の行動を始めるまでの手間を徹底的に減らし、怠惰な行動を始めるまでの手間を意図的に増やしていくのです。テクニック3、IF、全プランニングで行動を予約する。これはニューヨーク大学の心理学者ピーター・ゴルビッツァーが提唱した目標達成率を2倍から3倍に高めるとされる非常に強力な計画術です。やり方は簡単。もし X という状況になったら Y という行動をするという形であらかじめ行動を予約しておくのです。例えば、ただかに帰ったら勉強すると決めるだけでは、疲れている脳はいつ、どこで、何を、と考えなければならず、行動に移せません。しかし、もし、玄関のドアを開けたら、その足でキッチンに行き、グラス一杯の水を飲む。もし、水を飲み終えたら、その足で書斎の椅子に座る。もし、椅子に座ったら、その足で机の上のテキストを1ページだけ音読するというように、具体的な状況IFとそれに対応する行動前を数珠つなぎのように事前に決めておくのです。このIF全プランニングのすごいところは意志の力を使わない点にあります。 X が起きたら Y をするというルールを脳にインプットしておくと、いざその状況になった時に脳は何も考えずにプログラムされた通りに行動を自動的に開始してくれるのです。これはまさに第一章でお話ししたコンテキスト依存性記憶を自分に都合の良いようにハッキングする行為と言えます。玄関のドアを開けるという状況が水を飲むという行動の新たなスイッチになるのです。環境をデザインし、決断の回数を減らす。それは疲れた自分を意志の力で奮い立たせるのではなく、元気なうちの自分が未来の自分ために滑り台を用意してあげるようなものです。さあ、あなたの家の中を見渡してみてください。理想の自分になるための滑り台はどこに設置できそうでしょうか。次の章では私たちの身体に秘められた
やる気を物理的に生み出すための驚くべきメカニズムに迫ります。第5章、解決策。身体を動かせ。やる気は行動から生まれる。私たちはこれまでやる気というものをどこか精神的な目に見えないエネルギーのように捉えてきました。やる気が出ないから行動できないと。しかし、もしこの因果関係が全くの逆だったとしたらどうでしょうか。つまり行動するからやる気が出るのだとしたら、これが3つ目の戦略の核心です。そしてこの考え方は脳科学と心理学の分野で作業興奮という名前で知られています。この概念を提唱したのは19世紀ドイツの精神科医エミール・クレペリンです。彼は人間が何か作業を始めると最初は面倒に感じても続けていくうちに脳の特定の部分が活性化し、次第に集中力が高まり作業への意欲、つまりやる気が湧いてくることを発見しました。これは脳の側坐核という部分の働きと関係しています。側坐核は快感や報酬、そして意欲を司るやる気の中枢とも言える場所です。そしてこの側坐核は実はとても怠け者なのです。私たちがさあやるぞと心の中で念じるだけではなかなか目を覚ましてくれません。ではどうすればこの怠け者の側坐核を叩き起こすことができるのか。その最も効果的な方法が身体を動かすことなのです。身体を動かし、手や足、口といった末端の神経から脳へ刺激を送ることで初めて側坐核のスイッチが入ります。スイッチが入ると快感物質であり神経伝達物質でもあるドーパミンが放出され始めます。このドーパミンこそがやる気や集中力、幸福感の源泉なのです。つまり行動する、側坐核が刺激される、ドーパミンが出る、やる気が出る、さらなる行動につながるというポジティブなループが生まれるのです。これは雪山で小さな雪玉を転がすのに似ています。最初はほんの小さな力で小さな雪玉をゴロゴロと転がし始める。すると雪玉は周りの雪を巻き込みながら次第に大きく重くなっていきます。そしてある地点を越えるともはや自分の力は必要なく、雪玉は自身の重みで凄まじい勢いで坂を転がり落ちていく。この最初の小さな一点がしこそが帰宅後の私たちに必要な行動なのです。では具体的にどんな行動がこの作業興奮の雪玉を転がし始めるきっかけになるのでしょうか。ポイントはとにかくハードルを極限まで下げることです。意思決定疲れを起こしている脳は少しでも複雑なことや労力がかかりそうなことを極端に嫌います。だからこそこれならどんなに疲れていてもできるというレベルまで行動を分解する必要があります。例えば30分間ジョギングするはハードルが高すぎます。とりあえずランニングウェアに着替えるだけならどうでしょう。部屋全体を掃除するは絶望的に感じます。机の上にある一つのゴミをゴミ箱に捨てるだけなら四角のテキストを一生分読むは無理です。テキストを開いて最初の1行を音読するだけ。心理学者のロバート・チャルディーニはその著書影響力の武器の中でコミットメントと一貫性の原理について述べています。これは人間が一度何かを決定したり行動したりするとその後の行動もその最初の決定や行動と一貫性を保とうとするという心理的な傾向のことです。ウェアに着替えたんだから5分だけ歩いてみようか。ゴミを一つ捨てたんだからついでに机の上を拭いてみようか。1行読んだんだからこの段落の終わりまで読んでみようか。ほんの些細な赤ちゃんの一歩のような行動が次の行動へのコミットメント、約束となりドーパミンの放出を促し、気づいた時には作業興奮の雪玉があなたの想像以上の勢いで転がり始めているのです。この原理はスタンフォード大学の行動科学者 B.J. フォックが提唱するタイニーハビットというメソッドとも共通しています。彼は新しい習慣を身につける最も効果的な方法は既存の習慣の直後にごくごく小さなタイニーな行動を紐づけることだと説いています。例えば歯を磨いた後腹筋を1回だけするといった具合です。この1回だけというのがミソで決して無理をしない。しかしこの1回の腹筋が脳の側坐核を刺激しドーパミンを放出させ、もっとやりたいという気持ちを自然に引き出してくれるのです。帰宅後の無気力感に襲われた時こそ思い出してください。やる気は待っていても空から降ってはきません。やる気はあなたの行動の後にあなたの脳の中から生まれてくるのです。頭で考えないでください。
心を奮い立たせようとしないでください。ただ、機械のように、ロボットのように、事前に決めておいた極限までハードルを下げた最初の一歩を踏み出すこと、それこそが停滞した状況を打破し、あなたを活動的な夜へと導く最もシンプルで最も強力な起爆剤なのです。第6章、解決策。脳のエネルギーを補給せよ。戦略的休息と栄養。ここまで脳をハックするための移行儀式、決断を減らす環境デザイン、そしてやる気を生み出す最初の一歩というアクティブな戦略についてお話ししてきました。しかし、どんなに優れた戦略も土台となる心と身体がエネルギー切れの状態ではその効果を十分に発揮することはできません。思い出してください。意思決定疲れは脳のバッテリー切れ、つまり脳のエネルギー、特にグルコース、ブドウ糖の枯渇と深く関係していることが多くの研究で示唆されています。そこで4つ目の戦略として重要になるのが脳と身体のエネルギーを直接的に回復させる戦略的な休息と栄養補給です。これは単にソファでダラダラと過ごすこととは全く異なります。ここでいう休息とは、次の活動へのエネルギーを最大化するための積極的休養、アクティブレストという考え方です。休息戦略1、マイクロナップ、超短時間睡眠。 NASA の研究によれば、わずか10分から20分程度の仮眠がその後の認知能力、注意力、そして気分を劇的に改善させることが分かっています。帰宅後、ソファに倒れ込む代わりにタイマーを15分にセットして静かに目を閉じてみてください。ポイントは30分以上眠らないこと。それ以上眠ってしまうと深い睡眠、ノンレム睡眠に入ってしまい、起きた時にかえって頭がぼーっとする睡眠慣性が働いてしまいます。あくまで脳の CPU を一旦クールダウンさせ、メモリをリフレッシュさせるための短い仮眠です。この15分のマイクロナップがあなたの意志力バッテリーを急速充電し、帰宅後の数時間を驚くほど生産的なものに変えてくれる可能性があります。休息戦略に自然との触れ合い、もし可能であれば家の近くの公園を5分だけ散歩する、あるいはベランダに出て植物に水をやるだけでも構いません。自然環境が人間の心身に与えるポジティブな影響についてはバイオフィリア仮説として知られています。これは進化の過程で人間は本能的に自然とのつながりを求めるようにプログラムされているという考え方です。多くの研究が緑の多い環境に身を置くことがストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、心拍数を安定させ、集中力を回復させる効果があることを証明しています。都会のコンクリートジャングルで一日戦ってきた脳にとって自然の緑や風、鳥の声は最高の癒しでありエネルギー源なのです。次に栄養戦略です。疲れ切った脳が何を欲しているかご存知でしょうか。栄養戦略1、良質な糖分と水分。脳の主食はブドウ糖です。意思決定疲れでエネルギーが枯渇した脳にまず補給してあげるべきは良質な糖分です。ただしここでいう糖分とは血糖値を急激に上げるお菓子やジュースのことではありません。これらは一時的に元気になったように感じさせますが、その後血糖値が急降下し、かえって強い疲労感や眠気を引き起こします。おすすめはバナナやリンゴといった果物、あるいはナッツやダークチョコレートです。これらは血糖値を緩やかに上昇させ、持続的なエネルギーを脳に供給してくれます。そして意外と見落としがちなのが水分補給です。軽い脱水症状でも人間の集中力や判断力は著しく低下します。帰宅後の移行儀式としてまず一杯の水を飲むことは理にかなった習慣なのです。栄養戦略にタンパク質とビタミン B 群、ドーパミンやセロトニンといったやる気や幸福感に関わる神経伝達物質は何から作られているかご存知ですか。その答えはタンパク質に含まれるアミノ酸です。またその合成を助ける補酵素としてビタミン B 群が不可欠です。夕食では魚、鶏胸肉、大豆製品、卵といったタンパク質を意識的に摂ること、そして玄米や豚肉、レバーなどに多く含まれるビタミン B 群もバランスよく食事に取り入れることが長期的に見て疲れにくく、やる気の出やすい脳を作る上で非常に重要になります。戦略的な休息と栄養、これらはあなたの努力を支えるいわば兵隊です。どんなに優秀な兵士も食料や休息がなければ戦い続けることはできません。あなたの帰宅後のパフォーマンスも何を休み
何を食べるかによって大きく左右されるのです。第7章、解決策。自分を観察せよ。メタ認知で無気力の波を乗りこなす。さて、最後の5つ目の戦略です。これはこれまで紹介してきた4つの戦略すべてをさらに効果的に機能させるためのいわば OS となるスキルです。その名はメタ認知。メタ認知とは自分自身の認知活動、つまり考えていることや感じていることをもう一人の自分が少し高い視点から客観的に観察している状態を指します。ああ、今自分は疲れたな、何もしたくないなと感じているなと、自分の感情や思考をまるで他人事のように冷静に把握する能力のことです。このメタ認知能力が高い人は感情の波に飲み込まれることなく、自分の状態を冷静に分析し適切な対策を打つことができるため、目標達成率が高く精神的にも安定していることが数多くの研究で示されています。では、帰宅後の無気力感に対してこのメタ認知をどう活用すればよいのでしょうか。ステップは3つです。ステップ1、感情の実況中継。ソファに座り込み、もうダメだという無力感に襲われた時、その感情に抵抗したり自己嫌悪に陥ったりするのを一旦やめてみてください。そして心の中でその状態をありのままに実況中継してみるのです。おっと、今私の身体はソファに沈み込んでいる。心の中では面倒くさいという声が聞こえているぞ。肩が重く、まぶたも少し下がってきたようだ。このように自分の状態をただ観察し言語化するだけで、私たちは感情そのものとそれを観察している自分との間に心理的な距離、スペースを作り出すことができます。この距離が感情の渦に巻き込まれるのを防いでくれるのです。ステップ2、なぜと問いかける。次にその状態に対して非難するのではなく、好奇心を持って問いかけてみます。なるほど、なぜ今私はこんなに面倒くさいと感じているんだろう。今日の仕事で特に意思決定疲れが大きかったのはどの場面だったかな。昨日夜更かししたのが影響しているのかもしれないな。自分を優しいカウンセラーのように、あるいは優秀な探偵のように分析することで、無気力の原因が自分の弱さではなく具体的な出来事や身体的コンディションにあることが見えてきます。原因が分かれば不必要な自己批判から解放され、建設的な対策を考えることができます。ステップ3、小さな勝利を計画する。そして最後にその分析に基づいて今の自分でも達成可能な最も小さな一歩を計画します。これは第5章でお話しした作業興奮のトリガーをメタ認知によって意図的に設計するプロセスです。よし、今のこの状態ならテキストを10ページ読むのは無理だ。でも顔を洗って机の前に座ることくらいならできるかもしれない。ランニングは不可能だ。でもストレッチを1分だけなら試せるかもしれない。メタ認知は完璧を目指すのではなく、その時々の自分の状態を正確に把握し、現実的な最適解を見つけ出すためのコンパスです。この能力を鍛えることで、あなたは無気力という荒波に翻弄されるのではなく、その波を巧みに乗りこなし、自分の行きたい方向へと進むことができるようになります。瞑想やマインドフルネス、あるいは日記をつける習慣は、このメタ認知能力を日常的に鍛えるための優れたトレーニングになります。さあ、これで5つの戦略が全てで揃いました。次の最終章では、これらの戦略をどのように日常生活に組み込み、あなたの人生を永続的に変えていくかについてお話しします。エンディング。あなたの夜はまだ始まったばかり。私たちは今日長い旅をしてきました。玄関のドアを開けた瞬間に訪れるあの抗いがたい無気力の正体を探る旅です。その犯人はあなたの意志の弱さではありませんでした。それは私たちの脳に深く刻まれた自動操縦システムであり、一日中決断を続けた結果としての避けられない意思決定疲れでした。しかし私たちはただその力に屈する無力な存在でもありません。脳のモードを切り替えるあなただけの移行儀式、決断の必要がない世界を作り出す環境デザイン、行動からやる気を生み出す作業興奮の原理、脳と身体に直接エネルギーを届ける戦略的な休息と栄養、そして自分自身を客観的に観察し導くメタ認知というコンパス。これら5つの科学的な戦略はあなたがあなた自身の脳と身体の最高の調教師になるための強力なツールです。忘れないでください。今日ご紹介したすべてを
明日から完璧に実行する必要はありません。それは意思決定疲れで疲弊した脳にさらなる負担をかけるだけです。まずは一つで構いません。今日あなたがこれならできそうと最も心が動いた戦略を一つだけ選んでみてください。それは帰宅後に冷たい水で顔を洗うことかもしれません。机の上に明日の朝読む本を置いておくことかもしれません。あるいはソファに座る前にたった1回だけスクワットをしてみることかもしれません。どんなに小さな一歩でもそれは昨日までのあなたとは違う新しい未来への確かな一歩です。その小さな変化があなたの脳に新しい回路を作り、その回路が次の小さな変化を生み出し、やがてその連鎖はあなたの帰宅後の風景を全く違う色に変えていくでしょう。かつて哲学者アリストテレスはこう言いました。卓越性とは単一の行為ではなく習慣であると。あなたの夜の時間は一日の残り物ではありません。それはあなたが本当にやりたいこと、なりたい自分になるための誰にも邪魔されない神聖な時間です。自分を責めるのはもう終わりにしましょう。あなたは一日十分に戦ってきました。これからは科学の力を借りて少しだけ賢く、そして優しく自分自身を導いてあげてください。あなたの夜はまだ始まったばかりです。その時間が素晴らしい学びと成長、そして心からの安らぎに満ちたものになることを心から願っています。ご視聴ありがとうございました。